皆さん、こんにちは。陽介です。今日は私自身の少し個人的な報告をさせてください。実は私、つい先日、自分の会社を作りました。株式会社を一人で立ち上げたんです。社会人になった頃から、いつかは起業したいとずっと思っていました。起業というのは、自分で会社や事業を新しく始めることですね。ずっと心のどこかにあったその思いをやっと実現できました。だから今はやっと自分のスタートが切れたなという気持ちなんです。でも今日一番お話ししたいのは会社を作りましたという報告そのものではないんです。その会社の中心にあるのは実は私が長い間もがき続けてきたことなんです。私は30を過ぎてから初めて HTML や CSS といったものを勉強し始めました。HTML や CSS というのはウェブサイトを作るためのいわば設計図のような言葉のことですね。そこからプログラミングも学んで自分の手でウェブアプリを作りたいとずっともがいていました。でもこれが本当に難しくて何度も挫折しました。それなりのお金も時間もかけたのにやっぱり自分には向いていないのかなと半分諦めかけていたんです。そんな私でもそれがやっと形にできる時代になったんですよね。今日はその不思議な逆転の話と会社を作るときに私が正直に迷ったことをゆっくりお話ししていきたいと思います。まず最初に今の私のことをお話しさせてください。私は今シンガポールやマレーシアにある人材紹介会社で働きながらこのチャンネルを続けています。そしてその仕事はそのまま続けながらそれに加えて自分の会社を作ったという形なんです。会社を辞めていきなり独立するというわけではないんですね。では、その新しく作った会社は一体何をするのか。一言で言うと、地元の中小企業を AI の力でお手伝いする会社です。中小企業というのは、社員の数や資本がそれほど大きくない小さめの会社のことですね。実は日本の会社のほとんどがこの中小企業なんです。その中小企業の業務改善をお手伝いしたいと思っています。業務というのは仕事のこと、改善というのはもっと良くすることなので、業務改善というのは毎日の仕事をもっと楽にもっと良くしていくという意味になります。そもそもなぜこんな会社を作ろうと思ったのか。きっかけは地元の経営者の方たちと話す場がもともとあったことなんです。経営者というのは会社を動かしている社長さんたちのことですね。その場で私が最近の AI を使えばこんなことができますよという話をしたんです。そうしたら何人かの方からじゃあうちのこの作業 AI で楽にできないという相談が来るようになりました。それで一つまた一つとその会社のためのアプリを作っているうちにこれはちゃんと事業にしようと思うようになったんですね。今日はこの流れの中で起きた3つのことをお話しします。1つ目はさっき言った無理ができたに変わった話です。2つ目は会社の形をどうするかで正直に迷った話です。そして3つ目はこのチャンネルを見てくれている皆さんへのお知らせです。ではまず1つ目。さっきお話ししたウェブアプリ作りにもがいていた頃の話です。私はその頃、プログラミングを本格的に学ぼうとスクールに通っていました。スクールというのは
何かの技術を学ぶための学校のことですね。プログラミングというのはコンピューターにこう動いてくださいと命令を出してアプリやソフトを作っていく作業のことです。この学びに私は40万円くらいのお金を払いました。それくらい本気で自分の手でアプリを作れるようになりたいと思っていたんです。でもこれがもう本当に難しくて、特に私を苦しめたのがバグでした。バグというのはプログラムの中に紛れ込んだ間違いやエラーのことですね。ほんの小さな書き間違いがあるだけでもう思った通りには動いてくれないんです。どこが間違っているのかもわからなくて、何時間も画面とにらめっこして、それでもなかなか治らないんです。自分の手では思った通りのものがなかなか作れず、本当にイライラするんですよね。そんなことが続いて、私はだんだん、これは自分みたいな人間には向いていないんだな、と思うようになっていきました。そして結局、私はプログラミングを諦めました。40万円は完全に無駄になってしまったんです。ところがです。時間が経って今 AI の道具を使うとあの時できなかったことができてしまうんです。私が今使っているのはクロードコードというものです。これは AI にこういうものを作りたいと言葉で伝えると AI が私の代わりにあの難しいプログラムを書いてくれるという道具なんです。つまり私がやることは自分で難しいプログラムを書くことじゃなくて、こんなアプリが欲しいんですとお願いすることなんですね。もちろんお願いの仕方にもコツはありますし、一回でうまくいくことなんてほとんどありません。でもあの時あんなに私を苦しめたバグも今は AI が一緒に直してくれるんです。初めて自分で頼んだ通りにちゃんと動くものができた時は本当に驚きました。え、できちゃったって嬉しくて妻に報告しちゃいました。実際に私はこれを使っていくつものアプリを作ってきました。例えば一つは中小企業の経費精算を楽にするアプリです。経費精算というのは仕事で使ったお金、例えば交通費なんかを後で計算して会社から返してもらう手続きのことですね。これが紙やエクセルだと結構面倒なんです。そういう作業をぐっと楽にするアプリを作りました。他にも LINE のチャットボットを簡単に作れるアプリも作っています。チャットボットというのは人間の代わりに自動で返事をしてくれるアプリのことです。お店への問い合わせなんかに自動で答えてくれるんですね。こういうものがあのプログラミングを諦めた私の手で作れているんです。本当に不思議な気持ちです。あの40万円は完全に無駄だったと私はずっと思っていました。でも今になって思うのはちょっと違うんです。もしかしたらあの時の悔しさがあったからこそ AI という道具が出てきた時にもう一度やってみようと思えたのかもしれません。そう考えるとあのお金も全くの無駄ではなかったのかなと感じています。それにしても AI の進化は本当にすごいんですよね。私はこれは昔インターネットが登場した時と同じくらい大きな変化なんじゃないかと思っています。インターネットが広まって私たちの暮らしはガラッと変わりましたよね。それと同じくらいのことが今 AI の世界で起きているように私は感じているんです。さて、ここからが2つ目、会社の形で迷った話です。いざ会社を作ろうと決めて私が最初にぶつかったのがこの問題でした。実は日本では会社を作るときにその種類を選ばなければならないんです。
代表的なものが株式会社と合同会社です。名前は聞いたことがあるという方も多いかもしれませんね。会社を新しく作ることを設立と言います。そしてその設立にはお金がかかります。さらに資本金というものも必要になります。資本金というのは会社を始めるときに用意する、いわば会社の元手になるお金のことですね。それで株式会社と合同会社、この2つで何が違うのか。ざっくり言うと、合同会社は作るための費用が安くて、手続きもシンプルなんです。最近はこの合同会社を選ぶ人も増えています。一方で株式会社は費用が少し高くて手間も多いんです。でもその分信用を得やすいと言われています。信用というのは相手に信じてもらえること。特に仕事の取引でこの会社となら安心して取引できると思ってもらえることですね。で、肝心の費用なんですが、私が調べたところ、大体の目安として株式会社は25万円くらい、合同会社は10万円くらいでした。その差は15万円くらいです。これ、本当に迷ったんですよね。15万円って決して小さいお金ではないですよね。だったら安い合同会社でいいんじゃないかと私は何度も思いました。正直最初はほとんど合同会社に決めかけていたくらいです。でも最後は株式会社にしました。理由はいくつかあります。まず日本ではやっぱり株式会社が主流なんです。主流というのは一番一般的でよく使われている形という意味ですね。特に会社と会社が取引するときには株式会社という形の方が相手に安心してもらいやすいんです。私が相手にするのは地元の会社さんたちですから、この安心してもらえるというのは思っていた以上に大事だなと感じました。それからこういう話も聞いたんです。最近は合同会社で作ったけれど、やっぱり株式会社に変えたいという人も結構多いらしいんですね。でも、後から会社の形を変えると、お客さんと結んだ契約をもう一度作り直さないといけなくなるんです。これを契約を巻き直すと言ったりします。一度結んだ約束をまた一から作り直すんですね。これがすごく手間なんです。私の場合、もうすでに地元の会社さんたちと仕事が始まっています。だったら、後で形を変えて契約を全部巻き直すよりも、最初から株式会社で作っておいた方がいいですよね。15万円くらいの差なら、最初から株式会社で行こう。そう考えて私は覚悟を決めました。さて、3つ目です。そもそもなぜ私が地元の中小企業のお手伝いをしたいのか。ここに今日の話が全部つながってくるんです。ちょっと考えてみてください。プログラミングを絶対に無理だと諦めた私みたいな人間でも AI を使えばアプリが作れるようになりました。だとしたら、うちみたいな小さい会社に AI なんて関係ない。難しそうでうちには無理だと思っている地元の会社さんこそ私が力になれるんじゃないか。そう思ったんです。さっきの経費精算のアプリも LINE のチャットボットのアプリも元はある社長さんのこれなんとかならないという一言から始まりました。小さなめんどくさいを AI で一つずつ楽にしていく。それが私のやりたいことなんです。ただ、ここで正直に言っておきたいことがあります。私はプロのエンジニアではないんです。
エンジニアというのは、プログラムや機械を作る技術の専門家のことですね。むしろ私は毎日置いていかれないように必死に勉強しています。新しい AI が本当にものすごい速さで次々に出てきます。試しては失敗して、また試してということをずっと繰り返しているんです。こういうのを試行錯誤と言いますね。いろいろ試して失敗しながら答えを探していくことです。実はこれって皆さんの日本語の勉強と同じだなと思うんです。私も毎日英語の勉強や AI の勉強で続けるのは大変だなと感じています。だから皆さんが日本語を続けているその大変さもよくわかるつもりです。でも多分これでいいんだと思っています。プロのエンジニアじゃなくてもこの変化の早い時代にちゃんと追いついて自分で試して使える形にしていく。それを地道に続けることが私にできることなんです。そしてそれが今の私の一番の強みなのかなと思っています。そしてお知らせがもう一つあります。実は地元の会社さんだけじゃなくて、このチャンネルを見てくれている皆さんに向けたアプリも今準備しているんです。皆さんの日本語の勉強に少しでも役に立つようなものを作りたいと思っています。まだ準備の途中なので、詳しいことはまた改めてお話しさせてください。楽しみに待っていてもらえると嬉しいです。さて、今日一番私が皆さんに伝えたいことをお話しします。かつて私が絶対に無理だと思って諦めたことが、道具が変わっただけでできるようになりました。私の無理ができたに変わりました。日本に案ずるより産むが安しということわざがあります。案ずるというのはあれこれ心配することですね。産むというのは実際にやってみることです。安しというのは簡単という意味です。つまり、あれこれ心配しているより、実際にやってみたら意外と簡単だったという意味のことわざなんです。私自身も独立した頃は正直何をやったらいいのかよく分かっていませんでした。心配していたというより進む道がまだ見えていなかったんです。でも時代の流れに身を任せて目の前のことを一つずつやっていきました。そうしているうちに自分がやっていて楽しくて人からも求められてしかもお金にもなりそうなことがだんだん見えてきたんです。前回英語で言う生きがいの話をしましたよね。自分が楽しくて得意で世の中に求められてお金にもなる。その4つが重なるところに生きがいがあるなんて言われたりします。私は今ちょうどその重なりに少しずつ近づいている気がするんです。あれこれ頭で考えて立ち止まっているより、まず動いてみると案外道は見えてくるんです。そしてこれは皆さんの日本語の勉強にも同じことが言えると思っています。自分には日本語なんて無理だと今思っている人もいるかもしれません。でもその無理は本当の無理じゃなくてまだなのかもしれないんです。今はできなくても続けていればいつかできた日に変わる日がきっと来ます。私は自分の経験から本気でそう思っています。今日はいろいろなお話をしました。以前40万円かけて諦めたプログラミングが AI の道具でできるようになりました。会社の形を株式会社にするか合同会社にするかで迷って最後に株式会社に決めました。そして地元の会社さんと皆さんに向けてアプリを作っていることをお知らせしました。最後に皆さんに一つだけ聞いてみたいことがあります。皆さんが今、これは自分には無理だなと思って後回しにしていることは何かありますか？もしあったら
完璧じゃなくていいので、ほんの小さく1回だけ試してみてください。それから、これは私のおすすめなんですが、わからない日本語があったら、AI に優しく説明してとお願いしてみるのもいい方法だと思います。今はそういう優しい先生役にも AI が使える時代です。私の会社もアプリもこれからです。うまくいくかどうかは正直まだわかりません。でも、案ずるより産むが安しですね。またここでご報告させてください。今日の話が面白かったら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases come what may. From hiragana to kanji, you'll see learning's fun with Yosuke. Come